俺が高校2年生の時だった。隣のクラスに顔の右半分に目立つ傷跡がある佐々木結衣という女子がいた。同じクラスになったことはなかったけれど、結衣はその傷跡のせいで学校でも有名で、しかもいじめられていた。男子からはお化け、妖怪などと言われ、女子からはネクラ、キモいと言われている。傷を隠すためだと思うのだが、長い髪をだらりと垂らしているので、ホラー映画に出てくる、井戸から這い出してくることで有名なお化けのあだ名がついていた。17歳になると、女の子は皆化粧をして学校に来ていたが、結衣は全く化粧もしていなかった。いつもうつむいて背中を丸めるようにして一人で座っている。女子にしては背が高いので、座っていても目立つのが気の毒だった。そんなある日、ちょっとした事件が起きた。体育の授業の時だった。俺と結衣のクラスは隣同士だったので、体育だけは合同で行っていたのだが、バレーボールのチームを作ることになって、結衣だけが誰からもチームに入れてもらえず一人だったのだ。佐々木、どこでもいいからチームに入れ。先生が言ったが、結衣は困ったように周りを見渡す。クラスの連中はクスクス笑うだけで、誰も結衣に声をかけない。なんだ、お前友達いないのか。冗談だったかもしれないが、先生が言った。結衣がみんなにいじめられていることに気づいているくせに、わざとそんな風に言ったとしか思えない。先生の言葉に、みんながどっと笑い声を上げた。結衣は耳を真っ赤にしてうつむいていた。なぜかわからないが、俺はその時に切れてしまった。自分で言うのもなんだが、日頃はおとなしく目立たない生徒だった俺が、なぜそれほど腹が立ったのかは今でもわからない。けれど、頭に血が上った俺は、気がつけばバレーのボールを先生に向かって思い切り投げつけていた。あたりが一瞬にして静まり返る。何してる、岩田。先生が怒りで真っ赤になって俺を睨んだ。先生こそ何してんだよ。いい大人がガキと一緒にくだらないいじめか。どこにそんな勇気があったのかと自分でも思う。けれど俺ははっきりとそう言ったのだ。そして周りのクラスメートを睨みつけ、お前らもほんとくだらねえよ。言い捨てて俺はその場を立ち去った。心臓が苦しいくらいドキドキ鳴っている。両手を拳に握りしめて、大股で歩く俺を誰も呼び止めはしなかった。おとなしくて目立たないやつと思われていた俺が、まさかこんな行動をとるとは誰も想像していなかったのだろう。皆びっくりして、その後、結衣をからかう笑い声は聞こえてこなかった。その日、下校時間になって俺が門の外に出ると、なんと結衣が俺を待っていた。ごめんね。私なんかに話しかけられたら困るとは思うんだけど、どうしてもお礼が言いたくて。胸の前でカバンをぎゅっと握りしめて、結衣が俺を見た。今日はありがとう。別にいいよ。恥ずかしさのせいで、ぶっきらぼうに答えると俺は歩き出した。結衣が俺の後をついてくる。しばらく歩いていると、結衣が小さな声で話し始めた。どうしてかばってくれたの？俺は立ち止まり、後ろにいる結衣を見た。その怪我、なんでできたの？結衣の質問には答えず、俺はずっと気になっていたことをズバリと聞いた。結衣がびっくりして顔を上げる。気まずいことを聞いているのはわかっている。でも、遠回しに聞くのは嫌だったのだ。子供の頃、弟が自転車の練習をしていたの。こけそうになった弟を助けようとして、言うと、
ゆいはまたうつむいた。弟を助けたからできた傷ってこと？うん。なら勲章じゃん。下ばっか見ないで堂々と前向けよ。ちょっとかっこつけすぎたかなと思ったが、言ってしまった。ゆいはまたもびっくりしたように俺を見て少しだけ微笑んだ。小走りになって俺の隣に追いつくと歩き出す。傷のことだけじゃないんだ。うち母子家庭ですごい貧乏なの。他の女の子たちみたいにおしゃれする余裕もないんだ。だからなんか気遅れしちゃって。バイトすればいいじゃん。してるよ。でも全部生活費としてお母さんに渡してる。そうしないとご飯も食べられないもん。明るく言われて俺は絶句した。母子家庭だからとそこまで苦しい家庭が今の日本にあるとは思ってもいなかった。気まずい空気が漂う。なんかごめん。いいの。あ、私こっちだから、またね。言ってゆいは手を振った。俺が片手を上げると、嬉しそうに笑って走り去っていった。その夜、晩飯の時に俺は親父に聞いてみた。なあ、顔の傷をうまく隠す髪型とかってあるの？ビールを飲んでいた親父は、急にどうした？という。俺の親父は小さいながら自分の店を持つ美容師なのだ。結構有名で、たまに芸能人の髪を切ったりしている。同級生でさ、顔の右半分に大きな傷跡がある子がいるんだ。そのせいでいじめられててさ、なんとかしてやりたいなって思って。正直に答えると、親父はしばらく黙っていたが、俺を見て、店に連れてこいよ。カリスマ美容師の俺にできないことなんてないさ、と言い切った。悔しいが、そんな親父がかっこいいと思ってしまう。今まで口にしたことはないが、俺は親父のような美容師になるのが夢なのだ。ありがとう、頼むよ。やけに素直だな。その子、お前の好きな子か？聞かれて俺は飯を喉に詰めそうになった。ははは、と笑って、親父は新しいビールを取りに立ち上がった。翌日、俺はゆいを親父の店に誘った。え？いいよ、ダメだよ。私お金持ってないもん。顔の前でブンブン手を振るゆいがちょっと可愛い。カットモデルだからタダだよ。いいから来いよ。終わったら門のとこで待ってるからな。強引に言って俺は教室に戻った。相変わらずゆいは教室で一人きりのようで、それを見ているのは辛かった。どうしてこんな気持ちになるのかわからないけれど。お、来たか。いらっしゃい。ゆいを見てニコッと笑うと、親父は早速ゆいを鏡の前に座らせた。ずいぶん伸ばしてるね。長い髪が好きなの？鏡越しに親父に聞かれて、緊張しているゆいが首を横に振る。傷を隠したいのと、カットするお金がないからです。消え入りそうな声で答えて、ゆいはまたもうつむく。はは、正直だね。よし、わかった。親父は鏡に映るゆいを見つめて、ちょっと顔を上げてくれるかなと優しく言った。ゆいが恐る恐るという感じで顔を上げる。うん、綺麗な目だ。顎のラインもすっきりとしているし、思い切ってショートにしてもいいかな。ショートですか？でも、大丈夫。傷は上手に隠してあげるよ。これほど綺麗な首筋を出さないなんてもったいないよ。おじさんに任せなさい。鏡に向かってウインクする親父を見て、ゆいがちょっと微笑んだ。お願いします、と言い、背後に立っている俺を鏡越しに見る。お前がそんなとこに立ってちゃ邪魔だよ。できたら呼ぶからあっちに座ってろ。俺は待合のソファーに座って雑誌を手に取った。親父の腕は知っている。任せて大丈夫だと信じていた。
スタッフの小野さんがコーヒーを入れてくれる。彼女、綺麗な子だね。と言い、俺の返事も待たずに言ってしまった。どれくらい経っただろうか。5冊目の雑誌を手に取ろうとしたとき、親父が俺を呼んだ。どうだ、望む。大変身だろう。満足そうな親父の言葉が耳を通り抜ける。ゆいのあまりの変貌に、俺は言葉もなく立ち尽くした。こちらを見て立っているゆいは、まさに別人だった。顎のラインで切り揃えられた髪は、サイドと前髪に工夫を凝らして、傷が見えないようになっている。ちょっとお化粧もしてみたんだ。肌が透き通るように綺麗だから、傷の部分にコンシーラーとパウダーファンデを塗るだけで見違えるよ。親父の言葉通りだった。まさに見違えるように美しいとはこのことだ。俺は言葉もなくゆいを見つめたが、一番驚いているのはゆい自身のようだった。信じられない。何度も鏡の中の自分を見ている。今はプチプラを使って上手におしゃれができる時代だからね。今日教えてあげたようにすれば傷はほとんど目立たないよ。この化粧品はプレゼントだ。家でも練習してごらん。親父の言葉にゆいが慌てて首を振る。そんな、ダメです。ただで切ってもらった上に化粧品まで。だったら、おじさんのお願いも聞いてもらおうかな。ゆいちゃんの写真を撮ってもいいかい？すごく綺麗にできたから、宣伝用のポスターに使わせてくれるかな。ポスター？私が？うん。きっと店のいい宣伝になる。いいかい？聞かれてゆいは悩んでいたがうなずいた。私でよければ。よし、これで交渉成立だ。親父がゆいの肩を叩く。俺は何も言えずに、ただただ、親父すげえや、と心の中で繰り返していた。ずっと思っていた美容師という夢が胸の中で大きく芽吹くのを感じた。次の日からゆいの環境は激変した。クラスメートたちは手のひらを返したようにゆいに群がり、あっという間にゆいはクラスの中心になった。いつも誰かに囲まれ、あれこれと質問攻めにされている。親父のことを話したのだろう。俺の店に来たがる女子が殺到して、俺も質問攻めにあった。髪を切って以来、ゆっくりとゆいと話をすることもできないほどだった。俺は嬉しかった。親父に教わった方法で、毎日うっすらと化粧をして学校に来るゆいは生まれ変わったように楽しそうだった。そんなゆいを見ていると、俺もこんな風に誰かの人生を変えられるような美容師になりたいと、日々強く思うようになっていった。奇跡のような出来事はこれだけでは終わらなかった。親父が作ったゆいのポスターが芸能関係の知り合いの目に留まり、有名なティーンズ雑誌の読者モデルに誘われたのだ。どうしよう。私なんかがモデルなんて。久しぶりにゆいと一緒に帰ったある日、相談された俺は迷わずに、やれよ、と答えた。やってみろよ。きっと自信につながるよ。うん、そうだね。やってみようかな。笑ったゆいは本当に綺麗だった。親父の言ったように、肌が透き通るように美しく、目が大きくて吸い込まれそうだった。モデルのバイト代が出たら、お父さんにまた髪を切ってほしいんだ。絶対に行くから、のぞむくんも待っててね。待っててねと言われて顔がほてる。俺はぶっきらぼうに、ああ、と言って、ゆいから顔を背けた。その後、ゆいの写真が雑誌に載ると、学校中が大騒ぎになった。上級生や下級生も隣のクラスにゆいを見に来ている。雑誌はもちろん俺も見た。大人っぽいパンツスタイルのスーツを着たゆいはお世辞抜きでかっこよかった。ゆいちゃん、すごいじゃないか。おじさんも嬉しいよ。約束通り髪を切りに来たゆいに、親父がニコニコと笑いながら言った。全部おじさんのおかげです。
本当にありがとうございます。カット用の椅子に座ったゆいが頭を下げる。親父はゆいの髪を濡らしながら、何言ってんの？全部ゆいちゃんの実力だよ。スタイリストさんに聞いたけど、継続でお仕事してほしいって言われてるんだろ？バイト代もいいし、よかったね。と言った。ゆいをモデルに起用した雑誌のスタイリストさんは、親父の知り合いなのだ。でも、お断りしようと思ってるんです。ゆいの答えに、俺はびっくりしてソファーから腰を浮かせて、なんでだよ、と聞いた。だって、今は物珍しいから騒がれてるけど、私の傷がなくなったわけじゃないんだよ。プロのモデルさんに混じって仕事なんてしたら、惨めになるだけだもん。なるほど、確かにと感じた。言い返せない俺に代わって親父が言う。ゆいちゃんはモデルさんをやりたくないのかい？ちょっと迷ってからゆいが小さな声で、やりたいです、と答えた。モデルの仕事はお給料もいいし、お母さんも喜んでるんです。でも、どうやっても傷は消えない。もしかして、また誰かに何か言われたらって思うと、怖くて。唇を噛んでうつむいたゆいは、長い髪で傷を隠していた頃と同じ表情をしていた。ゆいちゃん、これ見て。言って親父は、ゆいの目の前に自分の左手を差し出した。ゆいが、あっと声を上げる。親父の左手小指は、第一関節から先がないのだ。子供の頃にブランコの鎖に挟んじゃってね。でも、俺は美容師になる夢を諦めようなんて思ったことはないよ。笑顔で言う親父の顔を、ゆいは食い入るように見つめている。そりゃ、いろいろ言われたし、何度もくじけそうになったけどね。でも、この欠けた指は、俺に勇気と意地をくれたんだ。今となっては、この指のおかげで、俺はここまで頑張ってこられたと思っているよ。感謝しているくらいだ。ハサミを持ち、ゆいの髪に当てながら親父が続ける。傷を自分の味方につけるんだ。この傷のおかげで今があるって、堂々と胸を張れる未来を手に入れてごらん。ゆいがうっすらと涙を浮かべて強くうなずいた。俺も思わず涙ぐみそうになる。鏡越しに親父のからかうような視線を感じて慌てて後ろを向いた。高校を卒業して俺は美容師の専門学校へ進んだ。地味な俺が美容師なんてとずっと思っていたのだが、ゆいのおかげで夢を叶える勇気が出たのだ。卒業して22歳になった今、親父のサロンで毎日アシスタントとしてしごかれている。お、ゆいちゃんいらっしゃい。親父の声に振り向くと、ゆいが手を振っていた。今ではすっかり有名モデルになったゆいだが、ずっとうちの店を愛用してくれている。髪は親父にしか絶対に切らせなかった。おかげで店は大繁盛だ。シャンプーだけは俺が許されていたので、早速ゆいの髪にシャワーを当てる。卒業後も、俺とゆいは月に一度、こうして店で会う関係が続いていた。それ以上の進展はなかったけれど、私、手術を受けることにしたの。顔にタオルを置いているせいで、ゆいの声がくぐもっている。手術？傷の？そう、お給料を貯めてね。やっと受けることができそうなの。そうか、よかったな。この傷のおかげで、ここまで頑張れたのは本当なの。だから感謝はしている。でも、もっと大きく成長したいの。それにね、とゆいは続けた。弟が今でもずっと気にしているのよ。いい加減あの子をこの傷から解放してあげたいの。うん、そうだな。そこでシャンプーが終わり、ゆいが背中を起こした。のぞむくんにいつか髪を切ってもらうのが夢なんだ。だから頑張ってね。言われて俺は耳まで赤くなるのを感じた。カット用の椅子に向かうゆいを呆然と見送っていると、まだ告白してないのか？いい加減にしないと誰かに取られるぞ。
親父が小声で囁く。俺だってわかってる。けれど、一人前の美容師になるまで我慢しようと決めていた。ゆいにふさわしい男になって告白するんだ。それが今の俺の夢だった。